西は下関まで広い範囲を走っていた国鉄近郊型電車の決定版111系113系電車。特に東海道本線では JR になってからも鉄道会社に関係なく全区間で見られたおなじみの車両。国鉄で3番目に多い約2900両が製造されましたが、多くが新型電車に置き換わり JR 西日本の一部で残るのみとなりました。東海道本線でよく見かけた113系電車。 JR 東日本、 JR 東海、 JR 四国からは引退し JR 西日本の京都岡山地区に残っていたが、2022年度末に京都地区から引退することが決定。京都から東海道本線で約20分、日本一大きな湖琵琶湖の南に位置する滋賀県草津市は JR 草津駅。ここから分岐する草津線は関西本線柘植駅までを結ぶ 36.7km の路線。みかんのオレンジとお茶の緑に塗られていた113系、現在は緑一色。もう一つ大きな変更点として先頭の窓を押さえる金属が目立つ、通称鉄仮面。関東に別形態の鉄仮面が存在していたから、こちらはさながら鉄メガネといった風貌だな。終点柘植で関西線亀山方面を乗り換えとなります。亀山、岩井方面それぞれとなります。発車までお待ちください。昭和44年まで使われた草津線9線が右へ分かれてゆく。東海道本線の4車線化に合わせて草津線の下り線が東海道本線の上をまたぐ新しい草津線に切り替えられている。現在は東海道本線に乗り入れて京都方面へ行き来する電車が使っているそう。草津線の草津三雲間はかつて名阪間に路線を有した関西鉄道が明治22年最初に開業した区間であり、130年以上の歴史を持つ。東海道本線が全線開通した年だよな。明治23年柘植まで延伸し、現在の草津線が完成。さらに年末には現在の関西本線を形成しながら本社がある四日市まで伸びる。明治24年には亀山から三重県の県庁所在地津に至る現在の紀勢本線の一部が完成。
明治28年には名古屋まで伸びたことで、名古屋と草津を結ぶ両端が東海道本線に接続する路線が完成。三重県のいろんな都市から東海道本線へ人を運ぶ計画は完成を見た。さらにその後も延伸・買収を繰り返し、明治38年に近畿地方一帯に広大な路線網を有するまでになった。名古屋・大阪間開通後は関節鉄道も東海道本線と競合し、利用客の争奪合戦が繰り広げられていたそう。大正時代に後の近鉄になる路線が出現する前に、すでに名阪間を結ぶ私鉄が東海道本線と勝負していたんだな。旧線と合流して東海道新幹線をくぐる。この場所には新幹線の新駅、南琵琶湖駅が建設されかけたが中止。草津線側の駅予定地はこの空き地のあたりだったのかな。確かに日本有数の巨大都市圏同士がこれほど近い距離にあるのだから放っておかないよな。明治39年に鉄道国有法案が成立。関西鉄道を含む17私鉄が国有化され、争奪合戦はあっけなく終了。現在は JR の路線になっている。石部駅で貴生川草津間の区間電車と行き違い。 JR 西日本になってから初めて製造された近郊型電車の221系。国鉄車両が引退すると近郊型電車最古参になるが、傾斜のつけられた前面の大きな曲面ガラス、新型電車に引き継がれている3ドア転換クロスシートなど、古さを感じさせない優れたデザイン。まだまだ頑張ってほしい車両だな。水を張る田んぼ。関西鉄道開通当時は一部集落があるのみで、見渡す限りの田んぼだったんだろうな。そして名古屋行きの SL 列車に興味を示す着物姿の子供たち。明治22年の光景が目に浮かぶ。ここで開通当時から存在する数少ない明治時代の建造物が現れる。大砂川と呼ばれる天井川をくぐる小さなトンネル。レンガの胸壁に表面を整えたせり石。逆に荒々しさを残した側石。微妙に馬蹄形になりきっていない形状など非常に面白い。天井川は普段水が流れていない様子。雨が降ると流れそうだが、
水量はさほど多くなさそう。旧東海道も天井川を明治17年製の石積みのトンネルでくぐっている。天井川についてスマホで調べてみると、全国の天井川のうち約3分の1が滋賀県を流れる川らしい。琵琶湖を取り囲む地形や地質が影響しているのかな。天井川大国滋賀県。草津駅からほぼ同じルートを通ってきた旧東海道。三雲から先は鈴鹿峠を越えて関宿へ至る東寄りのルートを取るため、ここで草津線から離れてゆく。草津線はここまでが明治22年12月開業区間。ここから先は翌年2月の開業。